47の楽しみなカードについて、あとは前手で距離感をつかむのがめちゃくちゃうまいんですよ。アーチュレッタがテイクダウンして上でゲーム作るっていうイメージが強いですね。これは入れないわけにはいかないでしょう。びっくりしたっす、このカードマジで。ゴリラ対決ですね。日本のゴリラとケイリスのゴリラです。Welcome to リアチャンネル。格闘技大好き中村リアです。今日は IC47 の楽しみなカードについてちょっと喋っていこうかなと思います。一つ目、徳留和樹選手対宇佐美翔パトリック。パトの復帰戦、MMA は1年ぶりぐらいですかね。これ楽しみですね。格闘ドリーマーズでも一緒にされてた仲間ですよね。はい、同じところから格闘技を始めて、もうずっと一緒に練習もしてましたし、もちろん同じ所属で、生活も一緒にしてましたから、本当の格闘技の兄弟。僕は打撃を結構レスラー出身なのにすごいねって褒めてもらうことは多いですけど、その理由としてはやっぱパトの存在は大きいですよ。めちゃめちゃパトと向かい合って、パトを相手にタックルをどう入っていくかことをずっと最初の方がねやっぱ考えてやってて、パトは前手で距離感をつかむのがめちゃくちゃうまいんですよ。ここで距離を操ってる。であとは、ここでもフェイントかけるし、体でもフェイントかけるし、かといって足も超うまいんですよ。ボクシングが目立つんですけど、足がやっぱうまくてステップワークが速い。バーって力を出そうとした時、あいつ発光するんですよ。ピカッ光るんですよ。眩しいってなってた時にはもうバーンみたいな。どういうこれはね、わかんないですけど、向かい合った人はみんな言うんです。パト光るよねで、このプレッシャーバーってかける時とか、はーっていく時とか、ピカーって光るんですよ。マジックかのようにね、入る右を持ってますね。上下で打ち分けられるし、前手もボディあるし、やばいっすよ。あとは本当に力出したら、本当ポテンシャルはやばいんで、MMA を覚えて、組まれたらやばいだとか、自分の力を制限するような意識が働きすぎて、危機察知みたいなの。それでパンチが出ないみたいな瞬間にタックル入られちゃったりとか、っていうので今まではコントロールされちゃったりして、相手に勝ちがつくっていうことがあったんですけど、その辺はすっごい練習で克服してきてそうで、すごい自信も出てて、寝技もすごいいい感じに上達してるみたいな。楽しみにしててくださいとか言ってる。いまだに一緒に練習する機会とかあるんですか？ YSA とか来てくれた時に一緒にやったりとかしてますけど、今はそうですね、たまに電話したりとか。そうなんですね。調子どうみたいな。すごい良さそうですよ、最近。そうですか。だから楽しみです。本当ですね。徳留選手もやっぱ強いですね。やっぱオールラウンダーで全部ができるけど、やっぱ圧倒的に上回ってるスタンドゲームの部分があると思う。そこで自信持って重心を落としつつ爆発させたらすごいものが見れるんじゃないかなっていう気はしてます。この話が頭から離れないですけど、私は発光しますから。発光するんですね。対戦相手にしかわからない。わからないです。2つ目、クレベル小池選手対ファン・アーチュレッタ選手です。どうなりますか、これは。わかんないよ。全然お互い交わってるものが違うし、今までも。どういう化学反応起きるんでしょうかね、これは。階級がフェザー。フェザーですね。アーチュレッタでも関係ないですよ。フェザーでもゴリゴリのフィジカルで押せるぐらいのパワーを持ってますから、レスリングでは勝つだろうし、下からのゲームメイクで上がいかんことにはやっぱそんなできないんですよ。上が堅実な戦い方してる分には下からのゲームメイクってやっぱ難しいんで、高いレベルになるほどそれが起きるんで、皆さんとしてはじゃあちょっとファンアーチュレッタが優勢かな。安定で勝つんじゃないかなっていう気はしてますけどね。どうなんだろう、やっぱ首取るのがうまいんだけど、ワンチャンあるよな、クレベルが首取るのも。ってなるとね、変な打撃効かしてだと思うんですけどね、ストレートなんか。アーチュレッタ判定勝ちかな、でも。打撃当てて首取りに行くっていうことをや
るのかな。それか三角十字ぐらいだと思うんだよな。だからクレベルがレスラータイプ、はい、こんながっつりレスラータイプってやるのって今までなかったと思うんですよ。今の最先端と言われる技術を持ってるアーチュレッター、そこに対してクレベルが決めれる力あれば、やべえなってなりますけど、でもちょっとアーチュレッタがこうやっぱテイクダウンして上でゲーム作るっていうイメージが強いですね。僕はこれは殺傷能力ある打撃じゃないですけど、クレベルのは、はい、でもやっぱ当たったら嫌だなっていう、痛えなっていう気がするんで、そこでアーチュレッタを崩せるかなと思う。3ラウンドだからアーチュレッタずっと元気だろうな。アーチュレッタ発展勝ち、そうですね。3戦目、京二さん対セルジオ・ペティスです。これは入れないわけにはいかないでしょう。びっくりしたっす、このカードマジで。セルジオ・ペティス選手はどういう選手ですか？セルジオは UFC からベラトール、 UFC の時は確かフライでやってたんですけど、ベラトール行ってからバンタムに上げて、バンタムでチャンピオンになって、京二さんとの試合でチャンピオンになったんじゃないかな。で、はい、そこからピットブル相手に防衛戦1回やって、その後パッチミックスに締められて王座陥落して、この試合になりますね。ペティス兄弟で有名なんですけど、結構トリッキーな技を出すんですね。堅実そうに戦いつつ要所要所でトリッキーな攻撃だし、その精度がやっぱ高いんで、お兄ちゃんもショータイムペティスって言われて、そういうトリッキーな技を見せる。それが当たって倒れたりとか前にするんで、ただ出してるだけじゃなくて、それもいちいち強いから相当厄介だぞっていう相手ですね。前回のベラトールの時はなんか、自分の印象ですよ。セルジオが5ラウンドマッチだったんですけど、もうガンガン前に出て、京二さんを捕まえて近場でパンチ打つっていうのをずっと25分やろうとしてて、京二さんはそれに対してこう追っててももう左右に外して、追えないストレス溜まってきたらバチンバチン、テイクダウン、コントロール、ドンドン、バックトルーみたいな感じでだいぶ圧倒してたんですけど、25分、5ラウンドマッチでそういうなんか試合展開で圧倒してるわって見てたけど、なんかブーイングかなんかが気になって、立ってじゃあ最後5ラウンド目もテイクダウンしてたけど立って勝負しようみたいな、って思ったらしくて、そこでそのトリッキーな技に引っかかっちゃったんですよ。こうしちゃったみたいな感じの負け方だったんですけど、ただあの試合は京二さんクソ強えなっていうのと、ただ倒れ方がちょっと心配だなっていう、次やったら京二さん絶対勝てるじゃんと思うけどダメージ大丈夫かなという試合で、なんか今回3ラウンドなんでめちゃくちゃ勝負論ありますね。だからペティスは前回やったように追ってパンチじゃ多分捕まえきれない。でも今回リングなんでコーナーがあるんで、コーナーに詰めた時はちょっと怖いなって思うんですよ。ペティスは下も打つからこう逃げるとかなかなか難しいかと思います。そこに多分詰めに行くっていう練習をするんじゃないですかね、ペティスは。そこで左右外したところ回転系狙ってくると思います。だから前よりも3ラウンドだから、捕まえにくいし、京二さんその中でテイクダウンゲームもできる、トップコントロールも超うまい、削れるとかなんかいろいろできる、やりきれる可能性もあるし、ちょっと場がちっちゃい分ペティス捕まえやすいかなっていう気もするし、意外とケージからリングだから京二さんの方が有利っていうことが結構多いと思うんですけど、それは短絡的すぎますよ。その意見はどういう理屈ですか？場数が多いからってことですかね。そういうこと？なるほど。でもさっきおっしゃられた話によると、確かに逃げられなくなっちゃうってことですね、コーナーにられたら。そうです。ペティスが盲点なリングの使い方を京二さんができるかとか、あるかって言ったらそもそもそんなにあるはあるけどファイトですから、そこのレベルが高すぎてあんま場が関係ないような詰める系のボクシングスタイルは角があった方がいいですよ。ただ京二さんもめちゃくちゃ速い打撃あるから角詰めたとってまだ京二さんに仕掛けは残ってるんですけど、絶対にそこの対処の仕方ぐらいが僕がなんかちょっと怖いなと思って、京二さんって神レベルに強い、楽しみですね。楽しみですね。
京二さんもね、ここでこれ受けるんだね。どこにやばいですね。最終的にどちら優勢とかありますか？代々木だよ。日本での試合ですもん。前回アウェーマッチですから、向こうのブーイングでなるほど、なんか試合動かされちゃったんで、なるほど。今回は鬼漬け会場大爆発、これです。じゃあ京二さんある？はい、あります。てか全然ありますよ。あります。やっぱシチュエーション違うんで、日本の当日代々木に来たお客さんが京二さんにうわーっと確かエネルギーを送って勝ちますから、注目お願いします。4つ目、武田浩二対無敗のキルギス人です。に。今回もセコンドに使われるんですね。はい、使いますね。共に戦います。相手は10戦10勝10フィニッシュ、パーフェクトレコードのキルギス人ですよね。思い切りがいいフックをバンバンバンといろんな角度から打ちます。だからあんまりフックとかストレートとかアッパーとか、分けて打ってますけど、こういうフックだなとか、型にないような、結構自由に打撃やってる。でそこからレスリングにつなげる、上手にやってるレスラーで、首も絞めれるし、倒すパンチもあるし、フィニッシャーですね。キルギス、やっぱ旧ソ連系の独特の体の強さみたいなのを持ってて、日キルゴリラ対決ゴリラ対決ですね。日本のゴリラとキルギスのゴリラです。コウジは結構ね、体重大丈夫かっていうぐらいオファーからそんな時間なかったんですけど、受けて、急いで今準備してますけど、ローブローのダメージからは回復も完全にされてる。ローブロー2週間ぐらいこうなんかね、しっかりそこは休養を取って、でなんかね、無事に「いや先輩金玉使えました」っていう報告もあった大事っす大事っす。大事、もちろん安心はしましたけど、練習再開した次第であります。ペースとしてはすごい速いですね、これ。前回がすっごいエネルギー使って、初めての階級変更とかやって勝ったんで、なんか結構ホッとしてたんですけど、それもつかの間、もう次の試合がコウジとしてはいつも通り、いつも通りのことをどんだけ徹底してやれるかっていうことですね。とりあえず相手は全部フィニッシュなんで、3ラウンド行ったことないんで、その領域でどういうスタミナを持っているのかとかまだ未知なわけなんですけど、でも3ラウンドやれば絶対今までの相手だとコウジはスタミナ負けしたことないですから、また不屈の精神と無限の体力っていう試合で体現して相手の心を折る。ファイター今までいなかったなっていう、いつもここで折れてくれてたんだけどなって思わせたいですよね。ちょっと話ずれちゃうんですけど、コウジ選手がね、前回の動画でリーナ選手が暴露話をしていただいたんですね。あれが結構好評で、リーナチャンネルでもコウジ選手ファンは多分多い。本当ですか。楽しみに。コウジいいやつみたいな。面白い。頼れる弟なんで。もちろん勝てる。賞賛もちろん50杯以上ありますよ。無敗とか、すごいそこに幻想を作りたがりますけど、所詮人間なんで、この間もUFC ブラジル大会で11勝無敗のブラジル人2分でギロチンで負けてました。アンソニー・スミス。そういうこともありますよ、格闘技が入ってきたとこコウジが切り出してそれが KO になっちゃった祭りでありますから、全然賞賛はね、楽しみにしてほしいですね。強ければ強いほど力を出すのがコウジです。なるほど。楽しみにしてください。以上の4つが6月9日に代々木で行われる RIZIN47 の楽しみなカード4つになりました。皆さんご視聴ありがとうございました。そしてぜひこの動画を見た皆さん、いいねボタンとチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。いや難しい。RIZIN47 どういうその予話をするの？想っすね。予想が、予想っていうかどうなるのかがもう読めない。めち
ちゃいいカードめっちゃありません？ありますね。そうです